メイクアップアーティストのはるかです。今回はメイクブラシについてご紹介します。いつもおすすめのメイクブラシを教えてくださいというコメントや、何のブラシを使っていますかというコメントをいただくことが多いので、今回はいくつかブラシがある中でも、私が特に普段使用することが多いおすすめのメイクブラシをご紹介します。メイクブラシの種類別の使い方動画はこちら。メイクブラシのお手入れ方法についてはこちらの動画でご紹介しているので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。前半でブラシセット、後半で単品のブラシについてご紹介していきます。まず一つ目は6プラスブルー八角メイクブラシ9本セットです。この後ブラシセット4つご紹介しますが、すべて6プラスのセットになります。お手頃な価格で質もいいので気に入って使用しています。ブラシが柔らかいので、パウダーブラシはフェイスパウダーを密着させつつ、ふわっとした肌に仕上げやすいです。チークブラシは斜めにカットされているので、お顔の曲線にもフィットしやすいです。シェーディングブラシはムラになりにくく、チークブラシとして使用することもあります。ブレンディングブラシはブレンディングの他に淡く発色させたい時や眉下のハイライトカラーを塗る時にも使用しています。コンシーラーブラシはパレットのコンシーラーやリキッドコンシーラーを塗るときに使用しています。ノーズシャドウブラシは斜めカットで眉頭から鼻筋に向かって塗るときに使いやすいです。アイシャドウブラシは少し小さめなのでアイホール全体だけではなく中間色を塗るときにも使いやすいです。ディテールブラシは濃いカラーをブレンディングしてグラデーションを作るときに使用しています。ペンシルブラシはとても細いので、涙袋のハイライトカラーを塗るときに使用しています。ベースメイクからポイントメイクまで全て完成する9本セットで、使わないブラシが1本もないのでおすすめのブラシセットです。特に柔らかいブラシをお求めの方にも使いやすいと思います。購入サイトにもよりますが、約4000円前後で販売されています。以前の動画でもこのように色々なメイクで使用しているお気に入りのブラシです。次は6プラスブラックメイクブラシ8本セットです。先ほどのセットもですが、ポーチが一緒についてくるので持ち運びにも便利です。パウダーブラシは柔らかく密度が高くてフェイスパウダーがしっかり密着します。シェーディングブラシは斜めカットでチークをシャープに仕上げたい時にも使用しています。ハイライトブラシもハイライトだけではなく、チークをふんわり仕上げたい時にも使用しています。アイシャドウブラシはアイホールに塗る時や中間色を塗る時に使用しています。ブレンディングブラシはブレンディング、眉下や鼻先など細かいハイライトを塗りたい部分にも使用しています。ディテールブラシは濃いカラーをブレンディングしてグラデーションを作りたい時や下まぶたメイクにも使用しています。リップブラシはキャップ付きで持ち運び用としても使いやすいです。輪郭を取りやすく、自分用ではなくお仕事用として使用することが多いです。アイブロウブラシ、スクリューブラシは2つが1本にまとまった便利なブラシです。アイブロウブラシは別で使用しているものがあるのであまり使用していませんが、スクリューブラシはメイクで必ず使用しています。こちらもベースメイクからポイントメイクまで全てを仕上げることができるブラシセットです。メイクブラシのセットをお持ちではない方は、まずは1セットからの購入でいいと思いますが、個人的には洗い替え用も含めて2セットあると便利です。購入先にもよりますが、約4000円以下で販売されています。このようにメイク動画でも何度も使用しているおすすめのブラシセットです。次は6プラスコーヒー色15本セットです。ブラシの種類をすべて揃えたいという方におすすめです。パウダーブラシは大きくて柔らかくふんわりと仕上げることができます。こちらのファンデーションブラシはリキッドファンデーションを塗るときに使用するブラシです。多機能パウダーブラシは先に向かって細くなっているので使いやすく、フェイスパウダーだけではなくチークやハイライトを塗るときにも使用しています。シェーディングブラシは濃いめに発色させたいときやハイライトを塗るときにも使用しています。
チークブラシは狭い幅にチークを塗りたい時や輪郭のシェーディング用としても使用しています。アイシャドウブラシ大はアイホールに広く塗りたい時に使用しています。アイシャドウブラシ小は濃いカラーをブレンディングしたり下まぶたメイクに使用しています。ハイライトブラシは C ゾーンや鼻の付け根、鼻先のハイライト、アイシャドウのベースカラーを塗るときにも使用しています。コンシーラーブラシはパレット、リキッドタイプのコンシーラーでクマや色ムラなどをカバーするときに使用しています。斜めアイシャドウブラシはアイホールにアイシャドウを塗るときや眉下のハイライトを塗るときに使用しています。ぼかしブラシはブレンディングブラシとしてアイシャドウのカラーの境目をぼかしたいときや淡く発色させたいときに使用しています。アイシャドウブラシ中はアイホールのカラーや中間色を塗るときに使用しています。スモークアイシャドウブラシは目尻側を濃く仕上げたいときや下まぶたメイクに使用しています。リップブラシは自分用ではなくお仕事用として口角やリップラインをきれいに仕上げたいときに使用しています。アイブロウスクリューはコームがついているのでまつげをセパレートするときにも使用しています。ベースメイクからポイントメイクまでフルメイクを仕上げることができる種類豊富な15本セットです。価格も約5500円でいろいろな種類のブラシを揃えることができるので使いこなせるかわからないけど挑戦してみたいというブラシが含まれていれば単品で購入するよりもお手軽にお試しできると思います。このように普段のメイクでも愛用しているブラシセットです。ブラシセットの中では最後の6プラスアイメイクブラシ5本セットです。アイシャドウブラシは大きめなのでアイホールに広く塗りたい時やアイシャドウのベースカラーを塗る時に使用しています。ブレンディングブラシはアイシャドウのカラーの境目をぼかしたい時や下まぶたメイクにも使用しています。アイシャドウブラシ中はアイホールのカラーや中間色を塗る時に使用しています。アイシャドウブラシ小は目の際からグラデーションを作る時や下まぶたメイクにも使用しています。アイブロウブラシは私は別で使用しているものがあるのでこちらはあまり使用していませんが細いので眉尻をシャープに仕上げたい時に使いやすいブラシです。今までご紹介したセットはベースメイクに使用するブラシも含まれていましたがこちらはアイメイクに必要なブラシになるのでパウダーブラシなどをお持ちの方はこちらがおすすめです。普段のメイクでもたくさん使用しているお気に入りのブラシです。ここからは単品のブラシをご紹介していきます。まずはリキッド用のファンデーションブラシを2本ご紹介します。1つ目は暗視ブラシリキッドファンデーションブラシエボニー 10DLX です。筋ムラになりにくくコシがあってツヤ肌に仕上げやすいです。ファンデーションが肌にピタッと密着してメイク崩れもしにくくなるので気に入って使用しています。2つ目はバイエコムグローフィットファンデーションブラシです。横幅のある大きめのブラシなので広い頬や額の部分も一気に仕上げることができます。バイエコムのツヤと潤いのあるファンデーションもとてもいいので合わせて仕上げると密着してツヤ感が増します。次は暗視ブラシアイブロウブラシ TR27 です。こちらはアイブロウメイクでいつも使用していて2021年上半期ベスコス動画でもご紹介しましたがふんわりとメリハリのある眉に仕上げることができるのでとってもおすすめのアイブロウブラシです。次はアンリシアプレイモアアイシャドウブラシスマッチングアイシャドウブラシです。こちらはグリッター用のブラシなので密着させやすく涙袋にもピンポイントに塗ることができます。普通のパウダーアイシャドウを塗るブラシとは別に持っていると綺麗に仕上げることができて便利です。次はエチュードハウスマイビューティーツール320アイライナーブラシです。アイライナーブラシを使用することでメイクの仕上がりが格段とアップするので今まで使用したことがない方はぜひ使用することをお勧めします。アイライナーブラシは柔らかすぎても硬すぎても使いにくいのでこちらは適度な硬さでアイラインをきれいに仕上げることができます。約550円とお手軽なので初めて使用される方もお試ししやすいと思います。
最後にご紹介するのはフィリミリポータブルワイドリップブラシ931です。こちらも2021年上半期ベスコス動画でもご紹介しましたが、綺麗なグラデーションを作ることができて、太めなリップブラシですがリップラインも仕上げやすいです。キャップもついているので持ち運びにも便利です。今回は私が持っている中でも特に最近使用しているメイクブラシをご紹介しました。おすすめのメイクブラシについてご質問いただくことが多いのですが、まずはご自身のお手持ちのブラシをご確認いただいて、今どのブラシを持っているのか、必要なブラシはどれなのかを把握していただいた上でピックアップすると選びやすいと思います。今回ご紹介したブラシもお手頃で質のいいブラシが揃っているので、ぜひご参考にしていただけると嬉しいです。こちらのチャンネルではおすすめのコスメや日常メイクに取り入れやすいメイクテクニックをご紹介しています。動画がお役に立てた場合は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムでもメイク、コスメについて更新しているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。